今日は房総半島に来ております。房総半島は皆様ご存知、隧道が大変多いエリアになってまして、以前も東袋さんと素堀隧道を10本以上巡るっていう回もあったぐらい大変隧道が多いいい場所になっています。今回は最近私がハマっている赤色立体図を見てて、これは隧道じゃないかっていう場所を新たに発見しまして、でその立体図がこちらなんですけど、最新地形図の方では点線の道は描かれているんですが、途中で道が終わっていると。赤色立体図なんですけれども、まるでこの尾根の下をくぐる隧道のようなくぼ地が北と南にあるんですね。現行の地形図にも載っていない道型なので、廃隧道じゃないかと、ぜひ訪ねたいなと思って今日来ております。今日は慣れないレンタカーで運転しています、番組の中ではジムニーに乗ってるんですね。今車検でして、今から向かう場所は地形図にもないし、今のところ資料でも私見つけられてないから全く知らなかった場所で、その立体図を見ることによって古い勝ち道の下に隧道だと思われるくぼみを見つけたんですよ。隧道なのか否か、そして隧道ならば私を通してくれるのかですね、でこの集落の今歩いてるあたりは今も現役の大滝町道になりますが、この辺りから地形図の点線の道が始まりますね。今この辺なので地形図上だとこう行って上がるみたいな。ちょっとお待ちいただいてもいいですか、よいしょ。ありますね、分岐もちゃんとありました。よいしょ。ちょっと藪をくぐり抜けてみれば、ここは明らかに道で意外と平場が綺麗なんですよ。地形図通りだなと。美しい滝がある、素晴らしいね。滝があって美しいんですけど、この滝が道をねごっそり奪い取ってくれてますね。なんて罪深い。あっちですね、道が見えます。わあ、めっちゃいい道。ここもね、私を夢中にさせる廃道ですね。崩れた後に来るこの路盤が中毒性があって、もっと先にもっと先にって思って、崖があってもいやこの先にまた路盤があるだろうって思ったらやめられないんですよね。いやお地蔵様の一つでもあればね、ここが江戸時代の古道かなんてしみじみできたりするけれど、そういったものはないですね。石垣もない。ただあるのは割合幅員が広いこの道と、伐採され放置された植林たちと、いやいやとんでもない規模の伐採された木々が並んでますね。壮観ですよ。この先何十年か前、人が入って汗を流しながら木をここに積んでいた日々があったわけですよね。確かにこの幅ならブルドーザーが入るブル道として使われていた可能性が出てきましたね。一般的には作業道ですかね。あれはひどい私たちが歩く正面に倒木の森が鎮座しています。隧道はいずこに。最新地形図の点線の末端まで来ています。ここで左向きに行けば隧道があるんじゃないかと、そこじゃないかなと思うんですけど、
あ、くぼみだ。いや、まさか本当に。いや、ドラマティックですね。あー、続いている。抜けてる。ありがとう。私のために開いていたかすかに抜けてる。向こうの木が見える。これはやばい。明かりがまでめちゃめちゃ近いですよね。すごく薄い水道。わあ、埋め戻しかな、もしかして。天井からの崩落とは考えられない石のボリューム感ですよね。あー、これ新しいな。最近じゃないかな。全然安定してないんですよ。で、苔も生えてないし、通らない方がいいんじゃないですかね。危ないと思いますよ。全部多分剥離してしまって、元々の方口や内壁が残ってないんじゃないかな。なので何で作ったみたいな手がかりがないですね。でも素彫りの車道規格の隧道であったならば林業用の道っぽい気がします。トンネルを見に行ってきたんですけれど、もう崩れちゃってるでしょ。あのトンネルの手前がね、この地区の共有林なんですよ。あそこがね、もともと草吹き屋根の茅作ってた場所なんです。で、茅いらなくなったんで、そこに植林して。間伐というよりは売り物に見える綺麗な木が山積みで苔むしていたんですけれど、もう今ね、材木が売れないから、そうですね、間伐したのをそのままみんな倒して、今期の後ろにトレーラーつってリアカーみたいなのつけて、あそこまで上がって、あそこから茅をみんな積んで降りてきたから、トンネルまでトレーラーで行けた時代があった。トンネル越えてその先がうちの山だから、このうち建てる時そこから木切ってた。昭和47年だから53年。その頃トンネルはじゃあ現役で通れたんだよね。今崩落する危険があるっつって上を崩して通れないような。あれわざとなんですねいつぐらいからあったのかが私知りたいところなんですけれど。昔上に道があったんだって。それを下に取り直ししたってのうちの親父がそれ言ってたかな。お父様の時代に掘られたもの。もっと前だ。もっと古い。だから親父は昭和2年生まれだから、おじいさんかその前ぐらいだね。その前ですか。明治時代じゃねえ、推測になっちゃうよ。いいですいいです。文章は残ってはない。ないけど感覚としては明治ぐらいの古いものではないかと。馬車なんかも通ってた。馬車が。材木を運ぶ馬車が。材木を運ぶ。馬が引いて。馬引きで。